去年の夏以降青空ということを言い始めています。ね、でもちろん青空と雲っていう関係ですね。これはもう本当に仏教の非常に伝統的な考え方ですけども、よくいろんな人たちがね、これはどういうことかっていうと、皆さんの中であらゆる不安があって、あらゆる要するに皆さんなんで悩んでるか、たった一つのことでしょ。皆さんの中のネガティブな感情が止まんないって、ただそれだけじゃないですか。不安になって不安が止まんないんでしょ。皆さん心配になって心配が止まんないんでしょ。怒りになって怒りが止まんないんでしょ。嫉妬して嫉妬が止まんないんでしょ。たったそれだけのことじゃないですか、皆さんの悩みっていうのはね。じゃあどうして止まんないのって話でしょね。どうして止まんないので、そのどうして止まんないのっていうところでそこで私のパートナーが悪いとかね、世の中は東京電力が悪いとかね、それを散々言ってきたわけですよ、我々はね。だけどもいくら東京電力を非難しても、いくら自分の旦那さんを奥さんを両親を子供を非難しても、いくら会社のボスを非難しても、いくら昔のボーイフレンドを非難してもどうしようもないかった。そうではなくて、そういうことではなくて、問題の本質はもう止まらない不安そのものなんだっていうふうになってくる。でここまでならないと、じゃあ皆さんちょっと昔のボーイフレンドの悪口言い続けてくださいって話になるわけね。そうじゃないよね。東京電力の前でねデモしなきゃいけないっていう話になる。別に私それ否定してるわけじゃないですよ。もちろんそれは間違いを正さなきゃいけないしね、いろいろしなきゃいけない。別に私はそれを否定してるわけがない。だけども本当の本質っていうのは、皆さんの中のどうしても止まらない不安だったはずなんですよ。ね、でそのどうしても止まらない不安をどうしたらいいのかっていうのがもう問題の本質でしょ。でそしてそのどうしても止まらない不安を止める薬ですね。いいですか。それはアンティアングザイティピルじゃないですよ。ね、抗不安剤ではないですよ。ね、抗不安剤というのはただ鈍らせるだけの話だから。そうではなくて、アンティアングザイティピルに頼らないで、そういう一切のことに頼らないで、この不安そのものを乗り越えるって話ですよ。でその不安そのものを乗り越える、そういうヒーリングパワーは一体どこにあるのかって話ですよ。ですか？いいですか？そこを本当に信じきれるか信じきれないかで、そこら辺なんです。これはあまりにもなんていうかな、今まで皆さんが生きてきたで、仏教を多少接している人ならともかくとして、仏教を接しないでどうしようもなく不安だっていう人から見ればあまりにもショッキングな言い方かもしれないけれども、あるいはその不安の原因が例えば、いろいろあるけども、実は両親との関係がいろいろあったんだとかね、昔のガールフレンドボーイフレンドとの関係がどうだったんだとかね、いろいろあるかもしれないけども、もう本当はもうそういうことではなくて、今自分の目の前の生々しいリアルな不安そのものなんだっていうとこまで問題を絞りますよ。絞った上で、じゃあこれをどうしたらいいの、これを本当に癒す力っていうのはどこにあるのよっていうことだったんですよ、問題は。ね、でそれで、ちょっとあと10分じゃ無理だな。いいや、後で続けますからごめんなさい、10分じゃ無理です。雲と青空って言った場合に、その不安っていうのはどういうことかっていうと、雲なんだけども、雲の中にも2種類があって、黒い雲と白い雲があるわけですよ。ね、で不安っていうのは要するに黒い雲ですよね。わかりますね。そういうふうに思ってください。黒い雲っていうのは自分の中のいわゆるあらゆるネガティブな感情のことね。で白い雲っていうのは自分の中のポジティブな感情って言ってもいいかもしれないね。だからそういう黒い雲と白い雲が皆さんの心の中に湧き起こってきているですか。だけども、やっぱ黒い雲が非常に強くて、黒い雲がもう止まらなくてね、一旦不安になると、一旦心配し始めると、一旦怒り始めると、もうそれに突き動かされてしまって、もうわけわかんないことになってしまうっていうね、っていうことなんですよ。
でそしてここで一体私何をしたらいいのかっていうことを本当に本当に皆さんは全く教わってないんですよ。誰から、両親からも、小学校の先生からも、中学校の先生からも、高校の先生からも、大学の教授からもね、会社の上司からも、友達からも、ガールフレンドからも、ボーイフレンドからも、旦那さんからも、奥さんからも、誰からも教わってないんだ、我々は。驚くべきことでしょ。他のあらゆることを散々教わってきたじゃないですか。ね。だけども本当に本当の肝心要のこと。だってそれは皆さんの一番苦しいことじゃないですか。ね。皆さんにとって一番苦しいことをどうしたらいいのかっていう一番大事なことじゃないですか。ね。不安になった時、この不安をどうしたらいいのかっていうことを実は誰からも教わってきてないっていうのが驚くべき現実ですよね。でそしてその不安をどうしたらいいのかっていう発想すらなかったってことね、散々話しましたけどもですね。結局ね、普通皆さんはどうなっちゃうかっていうと、皆さんが普通に生きている限りは皆さんの心の中で黒い雲と白い雲がただ湧き起こり続けているっていうのが皆さんのリアリティですね。いいですか。そして必死になってこの黒い雲が苦しいから何とかしようとしてあらゆることをしてきた、ね、黒い雲の原因にと思うことを何とかしようともしてあらゆることをしてきたけどもどうにもならないよねっていうことをしてきた、ね、じゃあどうしたらいいのよっていうところでいよいよ瞑想に入ってきて、ね、で、瞑想の実際は今から後でやりますけども、本当のね問題は結局この黒い雲白い雲が必死になってひっきりなしに起こり続けているところから少なくとも一旦は自由にならなきゃいけない。じゃあどうしたらいいのっていうところでいよいよ瞑想っていうのが出てくるわけね。そして瞑想呼吸を見るとか体の感覚を感じるとかっていうことを通して我々は一体何をしていようのかっていうと、呼吸を見ること自体が体の感覚を見るっていう体の感覚を見るっていうのは多分分かんないと思う。今からやりますから心配しないでくださいね。体の感覚を見たり呼吸を見たりすることで我々は少なくともこの雲っていうものから自由になれる。あるいは雲っていうものがない世界へ行ける。だけどこれは皆さんは今まで行ったことがないんですよ。行ったことがないの。だからピンとこないんです。皆さんが知っている幸せっていうのはせいぜい白い雲に過ぎないんですよ。ね。皆さんは黒い雲と白い雲と両方あったんだけど、皆さん人生の中で、ね、黒い雲に苦しめられたけども白い雲もあって、白い雲にちょっと幸せを感じたけども、だけどもあんまり長続きしないでっていうね、そんなところでごちゃごちゃ私らやってきたわけですよ。ね、で私らが今求めているのは真っ白な雲を求めてるわけじゃないんですよ。ね、最も白い雲なんてものを求めてるわけじゃないんですよ。そうではなくて黒い雲でも白い雲でもない青空を求めてるわけね。いいですか。で青空、にこれじゃあ青空ってピンとこないけど、今から青空に入っていきますから問題ないし心配しないでくださいね。であるそういう瞑想メソッドを使うことでね、呼吸を見たり、体の感覚を見たりすることで皆さんは、そういう白い雲を全部手放した青い空の中に入っていきます。これはもう経験することだから心配しないでくださいね。これは理論でもなくて実際のことだから、青空に入っていってでその時に皆さんの立つ場所が違います。皆さんは今まで雲の中に生きてきて雲の中に立っていたのが、その雲が手放されたところで青空に立って、青空に立った時にのみ皆さんは全ての
雲に対する非常に強い慈悲の力を感じます。いいですか。で、その時にのみ皆さんは過去の黒い雲ですね、過去からずっと積み重なってきた黒い雲、それはある人に対して皆さんを非常に侮辱した人、皆さんに非常にひどいことを合わせした人、ね、でその人に対する恨みとか怒りとか散々持ってますね、皆さんね。で普段は隠れてるけどまた出てきて、でそれが積み重なったものとしてあって、いいですか。でそれが皆さんを苦しめていて、だけどもそれが皆さんが青空に立った時に初めて皆さんは、それを本当の意味で、変容していくことができる、そのなんていうか解体していくことができる、本当の意味でその、過去から積み重なってきたいろんなネガティブな感情を本当の意味で、手放していくことができる。なぜ？結局なぜって話なんですよ、問題は。でこの部分が今まで曖昧だったから、そのヒーリングパワーとか癒す力っていうことを言ってもなんかきれいごとに見えちゃったのね。その本当のなぜそれが癒す力があるのかっていうたった一つの理由です。それは皆さんは雲じゃないから、それだけです。たったそこが9章の9章です。なぜなら皆さんは、平井さんは青空だから、ね、平井さんが青空だっていうことが自覚できた時に、青空の中にもちろん黒い雲は湧くんだけども、青空から見たら黒い雲なんか大したことないじゃないですか、ね、だから青空に立った時に初めて平井さんの中に湧き起こってくる、あるいは積み重なっていた黒い雲が解体していくのね。なぜ解体するのかっていうのは、黒い雲は平井さんではないからっていうことなんですよ。そこが癒す力っていうものの本質です。それは自分ではないからっていうところで、だけど今までは自分だったじゃないですかねある人に対する恨みとかね、それを我々は握りしめてたわけね。握りしめていて、握りしめるってどういうことですか。これを私だと思っていたってことでしょ、ね、で不思議なことに私ら何かの被害者なんですよ、当然ね。いろんなことされてるじゃないですか、我々はね。だけども自分は被害者だっていう立場に立ってたら私は一生被害者じゃないといけないのね。それは何も加害者を無罪放免にしろとかなんかそんなこと言って誤解しないでくださいね。そうではなくて我々は被害者だったかもしれない。だけどもそれを一生被害者である必要はないってことなんですよ。でなぜ？それは何か被害を受けたっていうのは黒いものです。黒い雲ですね。でそしてこの黒い雲を我々は自分だと思い込んだから、私は何とかの被害者ですっていうのが私らのアイデンティティになっちゃったわけね。ですか？だけどもそうである限り皆さんはずっと一生被害者なんですよ。で一生ずっと黒い雲で居続けなきゃいけないわけね。だけどそんなことである必要はなくて、皆さんは今すぐ被害者であることをやめられるんですよ。いつですか？皆さんが青空に立った時ね。青空に立った時、皆さんは黒い雲は私ではないってことが見えるから。